皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから936日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1060名、戦車3両、装甲戦闘車8両、砲14門、多連装ロケット1両、ドローン29機、その他車両34両となっています。戦線全体では、1日で164回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 3.1 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 3.1 倍になります。ロシア側の損失は歩兵戦闘車、戦車、民生用のバンが多く、積極的な攻勢作戦を行っています。反対に、ウクライナ側は対地雷装甲車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナ戦争は、ロシアに驚くべき大きな打撃を与えていることが分かりました。ドイツ国際安全保障研究所のクルーゲ研究員は、SNS 上の自身のページで、ロシアが費やした戦争費用の推計値を公表しました。それによると、今年1年間だけで、ロシアは13兆3000億ルーブル、約24兆円をウクライナ戦争に費やすことになり、これは当初計画の約3割増しになります。この中には、国防費以外にも機密費が含まれ、その多くが兵器購入に充てられています。同氏は、機密費が 36% も急増していると述べました。また、インフレにより、軍事装備品の調達価格が上昇していることや、外国との軍事協力の支出も年6000億ルーブル1兆円と急増し、イランや北朝鮮との兵器取引の費用が増えたことも、全体費用が急増した原因とのことです。同氏は、ロシアの発展とロシア人の生活向上に使えるはずだった13兆3000億ルーブルが失われた結果、ロシアの都市が破壊され、クルスクを含む数十の村が焼き払われたとしています。また、これ以外にも、ロシアへの制裁の影響が少なく見積もっても数兆ルーブルはあり、それだけでも本来の経済に投資されれば、ロシア人は普通の生活が送れることだろうと述べました。ちなみに、記事では、ロシア人の 20% はトイレを路上で済ませていると指摘しています。2番目。有名なロシアの社会学者のイーゴル・イドマン氏は自身のテレグラムで、プーチン大統領は、現在進行中のウクライナ戦争を継続することはできなくなると指摘しました。同氏は、その理由として4つ指摘し、1、経済は過熱し、労働力と生産資本は枯渇した。2、契約兵士の給料は上昇し続けるが、大砲の餌となる契約者は減少している。3、旧ソ連時代の兵器備蓄は使い果たされつつある。4、ロシアと中国の資金決済がほぼ不可能となった。したがって、ロシアは生産資源、大砲の餌、兵器が不足し、中国はロシアを支えることができず、かつてのヒトラーやスターリンのような全面戦争もできず、ロシアは戦争に勝つのは不可能であると分析しました。また、同氏は、その時期について、プーチン大統領が戦争を継続できるのは年末までで、来年初めまでには、ロシアは経済から危機的な状況となると予測しました。最後に、このような中でロシアができることは、ウクライナに和平交渉を求めるしかないとして、クレムリンは、できるだけ有利に和平を進めるため、現在、ウクライナを分裂させ、
弱体化させるためのプロパガンダ作戦を実施し、オルバン、アブラモビッチ、その他のメディアを使い、ウクライナの敗北、西側の裏切り、和平は避けられないといった情報が流されていると分析しました。実際に、昨日付のビルド紙は、ウクライナに残されたチャンスは一つだけというタイトルの記事で、ウクライナは勝利計画の名前で部分停戦案を用意していると伝え、ウクライナ大統領府が即座に否定しました。3番目。ロシアのノボロシースクからロシア艦隊が撤退を開始しました。OSINT 専門家のサットン氏は SNS でノボロシースクの衛星写真を公開し、その理由を分析しました。同氏によると、ノボロシースクはストームシャドウの射程圏内にあり、ロシア海軍はこれを恐れて撤退を完了したと分析しました。ノボロシースクにはクリミアにいた黒海艦隊が身を寄せていましたが、再度の撤退となりました。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。YouTube で説明にあたり、ロシア軍などいくつかの表現は海外の例を参考に最適化してお送りしています。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから40日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温14度、最高気温28度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でロシアンの軍事ブロガーたちはパニックに陥り、軍と関係あるノースウィンドという軍事ブロガーは、我々の反撃は4日目で力尽き、敵は予備兵力を投入し、リュビモフカの村にさえ入れず、前進は不可能になったと嘆いています。また、別の軍事ブロガーは、ウクライナ軍は南から国境を突破し、今後数日以内にウクライナ軍による新たな攻撃があるだろう。我々の前には、8000人のロシア兵に大釜の脅威、包囲の危険性が迫り、閉じ込められる可能性があると危機感を募らせています。一方、シルスキー司令官はクルスクの前線を訪れ、兵士と共に記念写真を撮影しました。この何気ない写真についても、ロシアンの軍事ブロガーたちは、ゲラシモフならされる可能性がある。なぜなら、無能な軍事計画と肉引きと言われる突撃の罪を犯しているのはゲラシモフだからだとコメントしました。グルジボ方面。この方面では、ウクライナ軍が南に橋頭保を築き、占領範囲を広げています。1番目。ベセロエでは、ウクライナ軍が東に前進しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、ベセロエ郊外の畑を北東に前進するウクライナ軍の車両となっています。また、ウクライナ軍は、ルジアンの集結地となっているベセロエの学校に空爆を行い、動きを牽制しています。ご覧いただいているのは、地図で示した場所の様子となっています。2番目。その東のメドベジェの北では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が前進し、ロシア軍がドローンで攻撃を行っています。ウクライナ軍は、集落をやり過ごして前進を図っています。ご覧いただいているのはロシアン側のもので、地図で示した場所で、ウクライナ軍の車両を観察している様子となっています。ここまでで、ウクライナ軍の前進範囲を青い線で表示しました。この場所から3キロも進めば、ロシア軍の背後が見えてくると思われます。コレネボ方面。この方面では、ロシア軍がわずかに奪還しましたが、反撃としては失敗したと考えられます。1番目。10ワイお茶ぶりの集落では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍の活動が観測され、ウクライナ軍がドローンで阻止しています。ご覧いただいているのは、地図で示した場所で、ロシア軍の様子を観察しているところとなっています。10ワイお茶ぶりは、
ロシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。2番目。昨日ロシアン軍が敗北したとお伝えしたリュビモフカでは、ウクライナ軍がロシアン軍の車両を破壊しています。その場所からロシアン軍の奪回範囲をスナゴストの郊外まで縮小させました。それ以外には目立った地上戦の報告はなく、戦況図に変更はありませんでした。ハルキウ方面。この方面でルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で17回、スバトベクレミンナ戦で19回、シベルスク周辺は13回、チャシフヤール周辺で2回、トレツクの方向に12回攻撃を行いました。クピャンスク方面。1番目。ピシチャネでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍がフルシキフカに空爆を行い、ウクライナ軍の動きを牽制し、その後突撃で前進し、ウクライナ軍が砲撃で応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第205大隊のもので、地図の場所で、ロシアン軍の歩兵を観察している様子となっています。ロシアン軍は、広い範囲で少しずつ前進していて、その範囲を、ウクライナ軍の支配地と係争地から一部ロシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は10平方キロほどになります。2番目。ノボセリフスケの西では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の砲撃とともに森の妖精が現れて熱い光の粒を降り注ぎました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第40砲兵旅団のもので、地図で示した森林境界の様子となっています。戦況図では、この場所がロシアンの占領地に入るように、わずかに修正をしました。シベルスク周辺。位置情報付きの映像によると、ベルホノカミアンスケの北東でも森の妖精が確認され、ルジアンが応戦して、いつも以上にいろいろな方向に輝いて、光の筋が見えます。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したものですが、妖精は途中で高度を上げたと思いきや、地面に墜落してしまいました。こちらは、戦況図に変更はありません。トレツク方面。ニューヨークでは、ロシアンに近い複数の情報が、駅のフェノール工場をロシアン軍が再占領したとしていますが、そうでないとする情報もあり、今のところ確認ができませんので、こちらの戦況図ではこのままとしています。南東部ドネツク州。ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で41回、クラホフ方面では39回、ブレミフカ方面で2回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。ロシアン軍は、現在、ブフレダールに戦力を集中させている模様で、ロシアンの軍事ブロガーによると、この方面のロシアン軍は、攻撃のペースが鈍化し、補給の強化が必要であると主張しています。1番目。北側正面のクルチヤールでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が集落に入り、そこにいた脱走兵とおぼしき人物を連れ出して占領しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第25エアモバイル旅団のもので、地図で示した家を観察している様子となっています。この場所を、ウクライナ軍の支配地からロシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。2番目。スキーヤールでは、ウクライナ軍が反撃を行い、ロシアンをわずかに押し戻したとの情報がありますが、戦況図に変更はありません。3番目。南側正面のハリツィニフカは、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が町を放棄しました。
この集落は高台にあり、三方を川に囲まれた場所で防衛には適するところでしたが、その後ルシアンが占領したことが判明しましたので、この場所をウクライナ軍の支配地からルシアンが占領したとして戦況図を更新しました。クラホフ・ブレミフカ方面。この方面でルシアン軍は最も戦力を投入して前進を図っています。1番目。マリンカの西にあるマクシミラニフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は集落の中央部付近まで前進し、占領しました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図で示した建物の様子を観察しているところとなっています。この場所までルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。また、その北側のクラスノホリフカとの間の郊外も複数の情報を総合してルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は2つ合わせて 9.5 平方キロほどになります。2番目。ボジャネからブフレダールではルシアン軍は戦力を投入して占領を図っています。また、前線を拡大させ、幅広い範囲で前進を試みています。そのうち、ボジャネの北東の地図で示した場所では、12日にウクライナ軍が奪還したことをお伝えしましたが、今度はルシアン軍が南から再占領を狙って反撃を行い、地上戦となりました。ご覧いただいているのは、地図で示した場所で損傷したルシアン軍の戦車を回収しているところとなっています。ウクライナ軍は砲撃を行いましたが、ルシアン軍はこの車両を回収するのに成功しました。この付近はウクライナ軍が奪還したところでしたが、係争地として戦況図を更新しました。一方、昨日お伝えしたボジャネの鉱山、ブフレダールでは市街戦となっていますが、ルシアン軍の攻撃は成果がなく、戦況図に変更はありませんでした。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面でルシアンはザポリージャ方面のカミヤンスケとピャティハトキーで2回、ドニプロ川の三角地帯で8回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、今のところは戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。